国メタンです。今日は東京在住の大分サコが山形まで行ってきたのだ。試合前日に寺沢選手張りで観光したから最後まで見てね。今回は朝一の翼号に乗って山形に向かうのだ。こんな朝早くから新幹線に乗るってどんな日程かしら。実は試合日前の5月5日の仕事の日程が飛んで、今日の日に山形入りして試合は翌日観戦する日程になったのだ。そのフットワークの軽さは羨ましいわね。ということでこれから山形に向かうのだ。山形駅に着いたのだ。今回は9時19分発の左沢線で終点の左沢に向かうわよ。左沢に行くには切符が必要になるから、新幹線改札口で買ってから在来線ホームに入場するのだ。この車両が左沢線なのね。2両編成でディーゼル車なのだ。左沢までは40分くらいで着くのよ。それでは出発進行なのだ。左沢駅に着いたのだ。でもどうして途中下車しなかったの？理由は時刻表にあって、次の山形駅の列車は12時54分で、その列車を逃すと16時16分の列車になってしまうのだ。確かにそれなら左沢を観光して山形に戻りながら途中下車した方が良いわね。ちなみに左沢の文化を紹介する展示物も併設されているのだ。2階にはコンセントや Wi-Fi も使えるのね。充電も兼ねて少し下調べしてから目的地へ向かうのだ。立山公園に着いたのだ。駅から上り坂で20分近く歩いたわね。なんといってもこの展望台から見れる風景が一望できるのだ。手前は最上川で右下には左沢駅、そして右上に目を向けると朝日連峰も見えるのね。ちなみにここは左沢立山城跡なのだ。だから展望台周辺には鉄砲を撃つためのくぼみや食料を備蓄したとされる場所が発見されているのだ。ということで駅前に戻ってきたのだ。ちょうど時間も12時前だからお昼ご飯にしましょう。今回はここで食べるとするのだ。ここの売りは餃子定食で15個もあるの。餃子もニラとニンニクが効いていて、豆腐やサラダも抜かりなく美味しかったのだ。それでは列車の出発時間が近づいてきたから左沢駅に行きましょう。次は西佐賀駅に着いたのだ。佐賀江高校を北上して佐賀江公園に行ってきたわよ。駅から公園までは歩きで15分くらいだったのだ。ちょうど花も咲いていて天童を一望できるスペースもあるのね。公園の奥に行くと桜の木々がある場所があって、散りかけていたけど桜の花を見ることができたのだ。公園から東に移動すると佐賀江八幡宮があるのだ。公園から歩きで15分くらいだったわね。ちなみに大分の宇佐神宮が総本社で、佐賀江八幡宮はその分社にあたるのよ。要は同じ神様を祀っているのだ。佐賀江八幡宮をお参りしたら古沢酒造資料館へ行くのだ。八幡宮から東に歩いて20分くらいだったわね。古沢酒造和歌の有名な沢正宗を製造しているのだ。ここは工場も併設されていて中に入ると甘酒のような甘くていい匂いが漂っていたわよ。ちなみに資料館の中は撮影が NG だったけど、酒造りに必要な酵母作りの樽や貯蔵樽が展示されていたのだ。ちなみにここでは試飲ができて販売スペースもあるのよ。古沢酒造から南に歩くと佐賀駅に着くのだ。西佐賀駅から公園、八幡宮、古沢酒造と西から東に徒歩移動したから一駅分も移動できたのね。次は南佐賀駅に着いたのだ。佐賀駅から山形駅の区間は交通系 IC が利用できるのね。次に行く場所は駅から歩いて5分にある温泉施設に行くのだ。さすがに歩き疲れたから温泉で癒されましょう。施設内には温度の違う浴槽やサウナ、水風呂、そして外気浴できるスペースがあったのだ。それでは山形駅に戻って最後に行きたい場所があるのだ。最後は山形城跡なのだ。夜に行く城跡もライトアップされてて綺麗ね。今まで山形アウェーの遠征先で行きたかった場所だったのだ。本当は城跡を一周したかったんだけど、あまりの大きさに断念してしまったのよね。日本で5番目の面積を誇るお城なのだ。そして最後に城跡そばの霞城公園の最上義明像を記念撮影して、今回の左沢線の旅を終了するのだ。おは
はいはい、おはようね。今日が本題のサッカー観戦になるわよ。昨夜は山形駅から天童駅に移動して駅前のホテルに泊まったのよ。天童駅から歩きでスタジアム入りはしんどいから、おとなしく山形線で天童南駅へ移動するのだ。前日に山形入りしているからゆっくり起きられるのはメリットね。ということでスタジアムに着いたのだ。天童駅発だと山形駅発と違ってサッカー観戦の乗客が少ないのは良いわね。確かに山形駅発だと座れた試しがないのだ。そして今回はスタグルを3カ所も巡っちゃったわよ。芋煮とナポリタン、そしてビールも入ったから、これだけでもかなりの金額がいってそうね。締めのハンバーガーをいただいたのだ。スタグル選びも出来立てなら外れはないわよね。特に最後に食べた牛タンハンバーガーはその場で鉄板焼きでとても美味しかったのだ。山形は東北の J クラブの中でスタグル出店やブースが広々としていると思うのだ。さらに駐車場もあるから車でのアクセスもいいわよね。ここの駐車場こそが山形の新しい専用スタジアムが建設されるのだ。2028年に完成予定なのよね。今から3年後と考えるとあっという間なのだ。スタジアムに入場するのだ。モンテディオ山形には野竹博也選手がいて、大分の野竹純也選手の弟にあたるの。都市戦ではロングスローが飛び道具として注目されたのだ。前節の札幌戦と今節もベンチ外だからコンディションの関係もあるかもね。一方の大分は3連勝中で自動昇格圏も見えてきたのだ。あとは得点を増やして得失点差でも有利に立ちたいわね。特に大分は守備に結果が出ていて13試合を終えて7試合が無失点なのだ。キーパーの浜田選手の頑張りも光っているけど守備戦術の選択肢が多いのが印象的ね。プレスにおいては高い位置から仕掛けたり相手と距離を置いてブロックを敷いたりバリエーションがあるのだ。そのいい守備があってこその攻撃が生まれているのよね。ただ得点パターンとして相手のミスにつけ込んだりセットプレーからの得点が多いから渋いサッカーをしているのも印象的ね。もうすぐキックオフなのだ。それでは今日の注目選手は？今日は宇都本選手に注目するのだ。最近ではコーナーキックからのアシストが目立っているわね。ニアのボールが多いけどシュート性のコーナーキックを蹴れたり味方に合わせるだけではなく対戦相手の嫌がるボールも蹴れるのだ。キックだけではなく周りも見えてきているからボールを持ちすぎて攻撃スピードが落ちにくくなってきたわ。同時にデルラン選手や野村選手のフォローもあるから山形のサイドの隙をついてほしいのだ。それでは試合終了まで守るのだ。何もない今季最低なゲームです。良かったのは失点するまでだったわね。今回のスタメンはターンオーバーもあったけどどの失点も対応ができただけに残念だったのだ。3連勝ができたからこそ順位を大きく落とさなかったのは救いね。まだ得失点差もプラスだからこの試合が今季の一番底だと信じたいのだ。選手に関しては利根選手がマークにボールキープに器用さを見せたわね。去年は鹿児島でスタメンを張っていた選手だから大分の守備陣形に新たなレパートリーが増えたと思うのだ。次節はアウェーの富山だけど短期間でいかに立て直しができるのかが見ものね。それではスタジアムを後にするのだ。それでは東京に戻るのだ。ゴールデンウィーク最終日もあってか帰りの翼号は満員だったわね。それで次回は富山のアウェーに行くの？そうなのだ。日程上夏まではこの試合までになるのだ。天皇杯もあるけど勝ち上がったら札幌で試合をするし悩みどころね。それでは今回も動画を見ていただきありがとうなのだ。ありがとうございました。